今日は見れそうですか？見えてます。見えてます？はい。どうもクピラです。今日はですね、この完成間近の軽キャンピングカーで車中泊に行ってきます。格安で購入した2シーターのこの軽バンを一旦全部ばらして断熱、超大容量のリチウムバッテリー、走行充電器も取り付けました。残りは家具の取り付け DIY なんですけど、使い勝手考えながらこのまま車中泊してみます。こちらが積み込むアイテムです。電子レンジに12リッターの冷蔵庫、着替えに寝袋、枕など、車内でご飯も作りますので、そちらの準備はこの木の箱の中に入れています。DIY してから初めての車中泊ということで、気になるのがこちらの断熱材入れたんですけど、どう変わったかですね。今回寒暖差大きいので体感できると思います。そしてバッテリーシステムです。デュアルバッテリーシステムで、こちら側は 400Ah という超大容量、そしてサブで 200Ah です。こちらのベッド下のスイッチで切り替えるんですけど、うまくいくでしょうか。走行充電器もうまく機能してくれるのか確かめます。運転席周りなど新たにカーテン DIY で取り付けました。こちらはまたセッティングの時に取り付け方法など詳しくお伝えします。今冬タイヤ履いてるんですけど、購入した時に夏タイヤもついてきました。こちらなんですけど、なんかインチアップされたアルミホイール付きらしいです。今からこちらにタイヤ交換して荷物積み込んで出発します。はい、積み込み終わりました。 DIY で一人使いに特化した軽キャンピングカー、使い勝手が楽しみです。電気がたっぷりあるので使いまくります。走行面では重量バランスが変わりましたんで気をつけたいですね。直進安定性や加速など前と違いあるのか体感します。タイヤはまた100キロぐらい走ってから増し締めします。シートカバーも取り付けました。これホールド性上がるタイプなんですけど、というのもこのピクシスの運転席ブリッドシートが取り付けられません。レカロはまだ調べてないんですけど、一旦このシートカバーで座り心地、疲労感などを確かめます。
今から行く場所なんですけど、蜃気楼を見に行きます。自分の住んでる富山県には蜃気楼が見えるスポットがあります。魚津市というところなんですけど、年に10回ぐらいしか見れないんですけど、なんと今見える時期です。今日は魚津市周辺で車中泊して、明日の朝蜃気楼チャンスを伺います。高速道路入って10分ぐらい経ちました。この車 DIY で断熱したんですけど、今走行してる分では静粛性そんなに変わってない気がします。運転席周りも断熱シート結構貼ったんですけどね、ちょっと久しぶりに乗ったので前との違いが分かりにくいかもしれません。かなり静かになってるかと期待してたんで、ちょっとしょんぼりです。はい、魚津市到着しました。はい、ここからすぐ海なんですけど、一旦町の方行ってスーパー行って買い出ししておきます。はい、ここのスーパー行きます。はい、魚津市中心部のサンプラザというスーパーに来ました。 DIY 後初めての高速道路でタイヤ交換したばっかりだったんで結構緊張しました。まっすぐ走れなかったらどうしようかなと思ったんですけど、問題なく進んでくれました。よかったです。ほっとしました。スーパーあと30分ぐらいで閉まりますので買い出し行ってきます。魚津市はお魚がすごい新鮮で美味しいものが多いです。あ、もう身がプリプリで大きいホタルイカがたくさん売っています。すぐ横の漁港、魚津漁港で採れた赤イカもあります。お、やっぱかなり明るいですね。この6連が高々と輝いています。まだこっちにもスポットライトが1、2、3箇所と天井の LED 照明もあります。それでは12リッターの小型冷蔵庫に入れていきます。飲み物 2,3 本と、あとは生魚とかこういったスーパーで買った新鮮な食材入れても1人だったら十分ですね。この位置めちゃくちゃ入れやすいです。前の冷蔵庫は上から開けるタイプだったんで結構見にくかったんですよね。こう覗き込んでも全部見えませんでした。容量少ないんですけど買い物はこっちの方がやりやすいです。冷蔵庫用の電源をここにスイッチ別系統をつけました。これで照明だけ消しても冷蔵庫はついたまま移動することができます。この6連のスポット照明なんですけど、ここにリマーつけてます。これで調光できます。これ絞っていくと暗くなっていって消えます。で、運転席からも触れる位置にしました。それでは再出発します。ここから海まですぐ近くです。この辺一帯の海岸線に蜃気楼見えるポイントが現れます。そして駐車場もいくつかポイントがあります。今日は海沿いの駐車場に行って車中泊します。ただ結構この辺の海岸線風が強いんですよね。やばそうだったらもうちょっと街の中、道の駅などで車中泊します。あ、この辺いいですね。キャンピングカーとか車中泊している車も止まっています。はい、すぐ海の横、街灯が一つあるとこ止めました。駐車場は結構広くて車が何台かいるので安心です。ちょっと海見てみます。なんか釣りしてる人もいてますね。海はもう真っ暗で何も見えません。明日蜃気楼見えたらいいんですけどね。楽しみです。それでは車中泊のセッティングします。やっぱこの運転席から手の届く位置すごい便利です。今回このフロントの部分とサイドのところですね、ここは自分でつけました。できるだけガラスと隙間が開かないようにして密着するようにつけました。スリムカーテンレールという商品です。ここの曲がってるところですね、ここがぴったり曲がらなかったんでもう別のレールにしました。でカーテンは自分でカットしました。これがフロントです。もうほどいてこんな感じで横に引っ張るだけです。助手席側のカーテンもここのマジックテープとここの手すりのところに入れて視界の妨げにならないようにしていました。ここはマジックテープでくっつけて、こ
このフロントのカーテンはこのままだったら結構下がここ開いてるんですよね。で、冷気や熱が車内に入ってきます。で、このダッシュボードの下あたり、ここにマジックテープ2箇所貼りました。で、カーテンの裏もここも貼ってます。なのでここをくっつけると蓋するような感じですね。これで密着します。あとこの端もですね、マジックテープで留めておきます。で、運転席側はこのハンドルの前に入れます。で、これで結構密着します。そしてサイドのカーテンなんですけど、こう引っ張ってもここ隙間できちゃいますんで、ここに小さい磁石を両面テープで貼り付けました。この助手席の方が分かりやすいですかね。ここにつけています。そしてカーテンにこのクリップ留めてますんで、ここをくっつけるとこんな感じで蓋されます。これで運転席周りぐるっと隙間なく隠れました。それでは後ろに行って、後ろも全体カーテンして目隠しして中でゆっくりくつろぎます。いただきます。ちょっと寒くなってきたんで電気ヒーターつけます。この小型の電気ヒーター 400W と 800W 消費電力変えられます。一旦ジャックでつけておきます。現在インバーターの消費電力は 460W です。で、照明とか全て合わせて 570W ぐらい消費されています。インバーターはこのソファーの下、ここにあります。 DC12V から AC100V に変換してくれます。やっぱり変換の時に少しロスありますんで、実際の消費電力よりも多くバッテリーを消費します。現在車内の気温が 16.7 度、外気温 9.1 度まで下がってきました。若干車内と寒暖差が出てきました。天井やサイドに断熱材入れたんで、それの効果であったら嬉しいんですけどね。ちなみにここ角がむき出しになっているのは、前に電子レンジがあったところですね。ここが角になっていました。かなりあったかいです。弱でもこの狭い車内なら十分暖を取れます。電気ヒーターは安全だし、今回電気使いまくれるので重宝します。今外気温9度なんですけど、明日のお昼は24度まで上がります。かなり寒暖差があります。今回のバッテリーシステムなんですけど、このソファー下にここですね、 100Ah が6台、合計 600Ah のリチウムバッテリーが入っています。ここにリチウムバッテリーの液晶パネルが2つあるんですけど、こっち側に 400Ah サブバッテリー1で、こっち側は 200Ah サブバッテリー2として切り替えて使います。
このソファー下、ちょっと手届きにくいんですけど、ここに1と2切り替えスイッチがあります。本来は6台を並列接続して1つのサブバッテリーとして使用したかったんですが、4台までしか並列接続サポートされてませんでした。なので苦肉の策として 400Ah をサブバッテリー1、200Ah をサブバッテリー2としてデュアルサブバッテリーシステムとして構築しました。サブバッテリーの DIY 動画を公開した時に視聴者様のコメントで 300Ah を2つでいいんじゃないですかというコメントをいただきました。確かにそうなんですよね。自分も最初そうしようと思いました。なぜそうしなかったかと言いますと、この切り替えスイッチをできるだけ使用したくないなと思いました。こうやってちょっと届きにくいところにあるっていうのもあるんですけど、基本的にめんどくさがりなんで、バッテリーが足りなくなった時だけサブバッテリー2を使用するという感じにしました。なのでサブバッテリー1、この 400Ah をほとんどメインに使うと思います。多分軽自動車なんで、この 400Ah でどんだけ使ってもなくならないと思います。なのになんで 600Ah にこだわったかと言いますと、夏用のクーラーになります。ポータブルクーラーなどはかなり電気消費します。その時だけ 400Ah では連泊の時電気がなくなってしまうと予想されます。なのでクーラーなど大量に電気を消費する時以外はもうこのサブバッテリー1でずっと行きたいと思ってますんで、できるだけ汚れを大きくしたくて 400Ah にしました。冬はね、電気全く使わないと思ってたんですけど、この電気ヒーターかなり使えますね。この車 FF ヒーターなどキャンピングカー用のヒーターが搭載されてますので、ガスヒーターのように換気も入れないんで、意外と冬場も電気大量に使えそうだなと今回思いました。次はこの照明なんですけど、新たにこの6連などスポットなどつけて明るくして3パターンの照明になりました。まず1つ目の照明なんですけど、最初からあった照明になります。これは新しい照明なんで一旦消します。これがノーマル状態の照明になります。ここのセンターのシーリングライトですね、 LED ライトで、この間接照明みたいな感じの照明と、あとスポットライト1個ですね。これが最初にあった照明です。こうやって見るとかなり暗く感じます。これにまずスポットライトを追加しました。ここ1つと、でここ1つですね。こっち側はテーブル、何か家具をつけた時に上につけて下向きにつける用の照明です。今は一旦下から上につけています。このスポットライトも結構暗いです。一旦このセンターの照明消してみます。こんな感じで、なんかすごいムーディーな雰囲気になりました。寝るときはこれがすぐ眠れそうな気がします。そして新たにつけた6連の LED ライトつけます。これがもう圧倒的に明るくてつけてよかった照明です。この辺はつけてなくて、こっちがベッド側に集中してるんですけど、これはこっちが家具つける予定なんで、もう照明はつけないようにしました。これ Amazon で購入した皆さんよくつけられてるライトなんですけど、かなり性能いいですよね。こんな感じで内張りに直接つけても全然落ちてくる気配もありません。軽量で明るくて省エネで、車中泊用の照明ではかなりおすすめな照明です。そしてカーテンも新たな DIY しています。ここなんですけど、こんな感じで磁石でつくようにしました。ここのホックの中にマグネットを埋め込んでいます。これ視聴者様にコメントで教えていただいたんですけど、かなり便利になりました。自分は Amazon でネオジウム磁石を購入しました。そして今回試したいのが、この車買った時に中古で買ったんですけど、これついてきました。前のオーナーさんがつけていたようです。これ後部のここの窓ですね、取り付けて網戸になるという商品なんですけど、一回取り付けてみたいと思います。これからの季節、窓開けると虫が入ってきます。そして車中飯の時、換気で窓開けないといけません。なのでこちらもずっと取り付けておきます。2つのパーツに分かれています。はい、こちらパワーウィンドウなんで、一旦エンジンのアクセサリー電源つけてから窓開けます。はい、 YouTube で付け方見ました。その通りやっていきます。これでいいんですかね。一旦ちょっとこれはめて窓閉めてみます。これでいいんですかね。ちょっと外れそうですが、ちょっと様子見ていきます。これで。はい、じゃあこっちが反対側も取り付けます。はい、ちなみにこれハンドル持つとこないのは、取るときに輪っか止めれさったんですけど、それがどっか飛んでいってしまいました。はい、こっち側もつきました。これ走行中もつけたままでいいっていうのはかなりメリットありますね。
何回もつけたり外したりするのちょっとめんどくさいなと思いました。で、下がちょっとこれちゃんとはまらなかったんですけど、内張り剥がしたがあればちゃんと中に入りそうな気がします。一旦今日はこれでいきます。このリアの窓両方開ければ風はある程度抜けそうです。ただやっぱり車中飯するなら換気扇は欲しいですね。その辺も考えつつ、一旦この状態で車中飯作ってみます。今日はすごい美味しそうなホタルイカが 20% 引きで売っていたんで、こちらのホタルイカを使ってホタルイカのたこ焼き作ります。たこ焼き器はないので、このフライパンと愛知処理器でフライパンたこ焼きにします。嘘。ない。持ってきた思ったのに。やってしまった。今からたこ焼きの種作ろうと思って、このポリ袋の中に小麦粉を入れて、卵を入れて、種作ろうと思ったんですけど、小麦粉忘れてしまいました。他の具材、生姜や天かす、ネギはあります。やってしまいました。どうしよう。もうしょうがないですね。あるもんだけでフライパンたこ焼き作ってみます。味付けはカツオだし醤油かけました。なんか変わった食べ物になりましたが、うまいものしか入ってないんで大丈夫でしょう。それではいただきます。ごちそうさまでした。ホタルイカの身がプリプリでめちゃくちゃ美味しかったです。やっぱり紅生姜入れるとなんとなくたこ焼きっぽくなりました。また今度リベンジしたいです。忘れてました。このノンアルコールビール、今日のたこ焼きに合わせて持ってきたんですけど、もう先ご飯食べちゃいました。今からですけど片付けながら飲んでおきます。はい、このヘラだけですね、ちょっと汚れてしまったんでウエットティッシュで拭いておきます。やっぱり若干匂いは残っています。窓2つこれ開けて網戸にしていたんですけど、帰ったら家具の DIY でレンジフード作りたいですね。あとはこっち側ですね、油跳ねや具材の飛び散りですね、少しあると思いますので何か工夫をしたいと思います。あとはこのテーブルもですね、
ちょっと迷ってます。この回転式のテーブルすごく便利で、デッドスペースも有効活用していて使いやすいんですけど、もう逆にこっちのテーブルですね、こっち側をがっつり一枚板みたいな感じで延長して大きくテーブルを使うのもありかなと思いました。また明日の朝食でもこちらのテーブル使ってみて、最終どっちにするのかじっくり考えて帰ってから DIY 開始したいと思います。それではもう窓閉めておきます。はい、寝る準備完了しました。これでいつでも眠れます。ちょっと誤算だったのは、今回こっち側は何もない、ただの床に物を置いてるだけなんですよね。で、そうなるとこの延長マット、こちらここにはめるんですけど、こっち側はこの溝で、反対側はもともとあった家具ですね、そこに溝があってちょうどパカってはまる感じでした。でもこっちがないんで、この延長マットが使えません。寝れないことはないんですけど、ちょっと寝返りが打ちにくいかなって感じですね。寝返り打つと落ちちゃう可能性があります。今日はもうしょうがないですね。助手席の上にこの延長マット置いておきます。それではもう今日はこの状態で眠ります。いやー、しかし照明変わるだけでこんなにも雰囲気変わるんですね。それではダウンライトだけにしてリラックスします。ぐっと雰囲気が変わりました。これならすぐに眠れそうです。明日蜃気楼見れるでしょうか。なんかネットで調べると、蜃気楼が出現する条件が気温18度以上ある日で、朝と昼の気温差が大きい日と書いています。明日のお昼の最高気温が24度、そして朝方は8度と寒暖差が激しい日です。これはもう明日見えますね。楽しみです。おはようございます。めちゃくちゃ暑いです。現在車内が29.3 度、外気温 30.3 度まで上がってきました。汗ばんできました。ちょっとバックドアを開けて空気入れ替えます。ここの中から開けられるようにしました。押すと開きます。涼しい。生き返りました。このリアゲート開けると一気に熱が抜けていって涼しくなりました。でも外気温が30度で中が29度なんで、もしかして断熱の効果があったかもしれません。断熱のない軽バンの場合、外気温より中の方が高くなる傾向があります。締め切っている場合は。天井に断熱材たくさん入れたんで全然熱くなっていません。結構これ効果あると思います。助手席にポータブルクーラーを置けばある程度暑くても過ごせそうです。
いただきます。電子レンジがあれば熱湯も作ることができますので、もうケトルいらないですね。かなり時短にもなりますので、移動型の車中泊にはもってこいです。さあ、蜃気楼どうでしょうか。見えてそうな気がします。ちょっと行ってきます。駐車場には続々と車が集まってきています。大きい一眼レフ持ったおっちゃんたちがたくさんいます。こっち側にももう傘よけなど立てて長時間待機している人もいます。さあ、どうでしょうか。こっち側の海は見た感じないですね。向こうにうっすら見えるのは、あれは能登半島ですね。蜃気楼ではありません。ちょっと向こうの方見てみます。ここに説明があるんですけど、富山湾の蜃気楼、こんな感じで見えるようです。蜃気楼は温度が異なる空気の間で光が屈折し、風景が実際と違う形に見える現象です。今のところ蜃気楼は出現していません。でもこんなにもしといてますんで、蜃気楼も空気読んで見せてほしいですね。いやー、しかし魚津市本当にすごいですね。この綺麗な雄大な海があって、すぐ横にはもう立山連峰が見ます。すごい標高差があります。人口もそこまで多いわけじゃないので、すごい空いてるんですよね。道も富山県も堪能できるし、すごいいい場所ですね。この鐘は蜃気楼が見えたら鳴らすんでしょうか。今鳴らしたら騒然としそうですね。こういったなんか蜃気楼のパンフレットがあります。いろんなパターンの蜃気楼の種類が画像で載っています。蜃気楼見させたいというおっちゃんがいます。今日は見れそうですか。見えてます。見えてます、はい、今ですか。はい、向こうがね蜃気楼のようです。ちょっとアップで撮ってみます。ちょうどこの方向なんですけど、海面がですね、上の方は少し上がっているようです。これ本来はもうちょっと下に見えるようです。そして画面中央ら辺の対岸、海岸ら辺ですね、そこも本来はこんなに伸びてないようです。なんかはっきり今回は建物とかそういうのじゃないんですけど、こういった感じの蜃気楼のようです。全部もうあの辺が蜃気楼のようです。ちょっと写真撮って拡大してみます。ここの部分なんですけど、灯台ら辺はもう全部蜃気楼のようです。ここに蜃気楼の写真があるんですけど、このさっきの灯台のところですね、見えたところです。こんな感じで海面が上がるようです。さっきも少し上がっていました。今日は蜃気楼が見えたんで、蜃気楼を見れた証明書がもらえるようです。なんか年に10回程度しか見られないそうです。それを見れたのは今日はラッキーですね。そして YouTube に収録して皆さんにお届けできたのは僕も嬉しいです。今この辺なんですけど、蜃気楼が見えたポイントはこの海岸線ですね。で、ここの魚津埋没林博物館、このどっちかに蜃気楼が見れた証明書をいただけるそうです。はい、ここですね、もらってきます。すいません、蜃気楼の証明書ってここでですかね。はい、すいません、ありがとうございます。蜃気楼を見たという証明書ゲットしました。やりました。いや、見れるかなとは思ったんですけど、まさか本当に見れるとは。富山県に住んでいてよかったです。ここの駐車場からも綺麗な立山連峰が見られます。
ここに魚津市のマップがあります。こんな感じで海があってで町があってすぐ立山連峰があるんですね。こんな感じで 3000m、2000m 級の山と海がすぐ近くにあります。こんな感じで海の水蒸気が上がって雲になって雨になって山に降ってこう地下水で回ってくる水が大量に循環されますので、こんなに綺麗な景色と美味しい食べ物が多いんですね。道の駅ならぬ海の駅がありますので、こちらでお土産買っていきます。うわ、すごい、もう生のホタルイカが売っています。上りが出ています。出た蜃気楼、出た日はこんな感じで教えてくれるんですね。車内に冷蔵庫があるとこういった生ものも買えるんでありがたいです。こんな感じで海岸線の駐車場にはトイレがあるところもいくつかありました。でも夜は結構怖くなりますんで、できるだけもうトイレ行かないように早く寝た方がいいと思います。車内で朝ごはんいただきたいんですけど、もう日光がガンガン当たってます。外気温の温度はこのフロントガラスに設置していました。結構ね暑くなってるんで中も暑いと思います。暑すぎて中でご飯食べられないと思うんですけど、一度開けてみます。断熱の効果どうでしょうか。でも思ったよりって感じですね。現在中の気温が 29.3 度、外気温が 26.1 度下がってきました。少し空気換気すれば中でご飯食べられそうです。ここの位置の冷蔵庫ほんと使いやすいです。後ろの扉少し開けておきます。開けっぱはあれなんでこのティッシュ挟んでおきます。これで少しだけ隙間が空いています。これで車内の温度が 27.3 度まで下がってきました。風が抜けたら涼しいって感じですね。でも天井の暑さはあんまりないので、やっぱり断熱効果は結構あると思います。本当だったらもっと暑いですよね。今周りに車誰もいませんので、調理中だけドア開けて調理して朝ごはんいただきます。美味しそうにできました。富山湾の蜃気楼を見た後に富山湾の魚をいただくなんて贅沢な朝食なんでしょうか。それではいただきます。ごちそうさまでした。大満足の朝食でした。窓を開けていればそんなに暑くありません。というか風が抜ければすごい涼しいです。4月ぐらいはまだいけますね。これ以上暑くなるとしんどいです。クーラーが必須になってきます。現在の車内の気温が 23.4 度、外気温 22.8 度です。こういった軽バンだったら夏は太陽当たると結構暑いんですよね。で、本当にヒーターをつけてるような暑さがあります。なのでいくら窓を開けて空気入れ替えても暑いものは暑いんですよね。でも外気温とほとんど温度差ありませんので、かなり断熱は効いてるんじゃないかなと予想します。それでは朝ごはんの片付けしていきます。今回味噌汁のお湯はこちらのカップで沸かし、そしてラップ巻いてまたご飯の茶碗として利用しましたんで、もう洗い物かなり少ないです。ラップ巻いたりアルミシートフライパンに敷いていたので洗い物ほとんどありません。こちらのトングだけになります。これはもうアルコールオイルティッシュで拭いておきます。やっぱり軽自動車でスペースがないのでゴミ捨てる場所がないんですよね。
今は助手席の足元に置いています。この辺も改善しないといけない問題ですね。今電気のバッテリー残量なんですけど 75% です。 400Ah マックスで 297Ah 残っています。そしてサブバッテリー、この2の方ですね、こちらの方は 200Ah で 100% 全く使っていません。照明や冷蔵庫、電子レンジもふんだんに使いました。そして小型の電気ヒーターも昨日ずっとつけていました。こんだけ電気使えたら FF ヒーターいらないですね。これで極寒の寒冷地、納車車中旅の時に行った北海道旭川のマイナス22度、もう一回体感してみたい気がします。今回は断熱もあるので全然違うと思います。今回の DIY 途中での車中泊なんですけど、実際にやってみて分かった良かった点や改善点も見つかりました。そちらをまとめてお伝えする前に、もう少しこの魚津市を旅したいと思います。海岸線走って温泉入ってゆっくりして考えをまとめてからまた動画内でお伝えします。はい、ここは新規ロードという道で、右手に富山湾、そして前方左手に立山連峰が見える絶景ロードです。そしてこの高架下渡ると、うわーすごい、立山連峰が見えます。少し山の方に向かって移動します。この景色、関西から移住したものからすると毎回感動するんですよね。そのぐらい富山県は絶景ロードが多いです。はい、すぐありました。到着しました。満天の湯魚津店というところに来ました。前回ですね、魚津市に車中泊しに来た時は金太郎温泉というもうちょっと山の方の温泉に行きました。今回は町の方の温泉です。走行充電でどのぐらい充電されるか測っていたんですけど、自分よく考えていたら走行充電のスイッチを切っていました。なので帰り1時間ぐらい走行してどのぐらい充電されるのか検証します。走行充電のスイッチはここのソファーの下にあります。このサーキットブレーカー、これが走行充電器用のヒューズとスイッチになってます。ここをオンにしておきます。これでつながりました。この 60A の走行充電器にエンジンの動力を伝わったオルタネーターから発電された電気がこの走行充電器に流れます。現在この軽自動車のオルタネーターの発電量が少ないので 30A に制限して走行充電されるように設定しています。はい、じゃあ着替えとアメニティセット持っていきます。はい、気持ちよかったです。まだ日が明るいうちに入る温泉は格別ですね。すごい綺麗で髪の毛一つ落ちてない徹底した掃除ぶりでした。露天風呂は立山連峰を見ながら入れる最高の景色を楽しめました。ここの温泉の着替えスペースすごい便利です。ただタオルがですねちょっと濡れてますんで干す場所必要です。どこか運転の妨げにならないようなとこワイヤーロープみたいなの貼ってタオル干す場所考えます。今日もこのテーブルの上で乾かしておきます。さあそれでは一旦走行充電ちゃんとできるか確かめてみます。現在バッテリーの残量は 74% で冷蔵庫動いていて 30W 消費されています。冷蔵庫もお土産用の保冷剤入れてますんで電源切っておきます。はい、じゃあこちらのスイッチで切っておきます。これでサブバッテリーの消費電力は現在 2.77W とかですね。これでほとんどもう電気消費されてない状態なのでこの状態で走行充電器つけてみます。はい、じゃあエンジンが始動した状態で現在 13.4V 30A で 402W サブバッテリーで充電されています。そしてなぜかですね、なんかもう 100% サブバッテリーが 400Ah と満タンになってます。これなんででしょうか。一旦再度切ってみます。はい、アプリで確認したんですけどちゃんとこんな感じで 68%、68% など残量は減っています。ただですね、1個だけ 99% のやつがありました。これさっきまで 100% だったんですけど、この4台 100A を並列接続しているんですけど、これが全然減ってませんでした。なので現在このボルトはその一つ全然減ってなかったバッテリーが表示されて 100% になっているのかもしれません。
で、これアプリで一個一個その放電電気の出力をカットできます。なのでこいつ以外一回カットしてみました。これとこの3つですね。そうするとここから電気が使われてたんで、接続は問題ないようです。ちょっと今わかんないので、もう一旦これで充電してしまって、また帰ってからリタイムさんに問い合わせしてみます。そして走行充電器の横にあるこれがサーモスタットで、現在この走行充電器の温度を表示しています。24度です。これが一応設定で30度以上になると、ここの冷風ですね、ファンが回って冷却する予定です。それではこの状態で充電してみて、どのぐらい充電されるか、またメインバッテリーの残量がサブバッテリーの方に流れすぎて、メインバッテリーの電圧残量が下がらないかもチェックしておきます。はい、それでは安全運転で再出発します。うわー、綺麗やな。最高の高速道路景色です。はい、無事クピガレ戻ってまいりました。しっかりこの走行充電の温度に反応してサーモスタットの冷却ファンが回っております。かなり風が来てます。で、温度が上がってもこの冷却ファンが回ればすぐに走行充電器の温度が下がって冷却ファンも溜まります。そして肝心の走行充電器の発電量なんですけど、リチウムバッテリーが約1時間走行してだいたい 10%3 台とも上がっています。この4台あるうちの1台は減っていなかったんで、実質この3台だけ充電されていました。で、3台で 10% 増えたということなんで、容量が 300Ah の 10% は 30Ah、まさしくそのまま 30Ah 1時間で充電できたことになります。もう走行充電器の能力そのまま充電した感じです。ワットアワーに換算するとだいたい 400Wh になります。そして心配していたメインバッテリーの電圧なんですけど、走行する前が 12.6V で1時間走行した後は 12.3V で下がってました。ということはオルタネーターの発電量では足りなくて、メインバッテリーからサブバッテリーへ電気が流れていたことになります。このリタイムの走行充電器はメインバッテリーの電圧がさらに下がってくると走行充電がストップする仕組みになってるんですが、ずっと 30Ah では充電できないということが分かりました。今回エアコンなどは使ってませんので、これから夏車載エアコン使うとさらに電気使いますんで、もうノーマルオルタネーターから高出力タイプのオルタネーターへの変換は必須ですね。今の現状、ノーマルのオルタネーターの発電量としては多分 20A ワット数に換算で 300W ぐらいが限界じゃないでしょうか。そして今回この断熱とリチウムバッテリー DIY して初めて車中泊してみて感じたことなんですけど、まずこのリチウム化して感じたことは、この電子レンジですね。何回でも使えます。これは本当に快適でした。前のこちらの鉛バッテリー2台の時ですね。この時は電子レンジ 2,3 回したらもう電気がなくなって使えなくなりました。そして今回この小型の電気ヒーターたくさん使ってみたんですけど、これが神装備でした。換気もいらないし、この空間なんですごいあったかかったです。ただ弱でも 500W ぐらい消費していたんで、バッテリー 400Ah でだいたい7時間ぐらい使える計算になりました。冬は車内でいる時間が多ければ多いほど電気が必要になる電気ヒーターですが、超大容量リチウムバッテリーならではの使い方だと思いました。そして次はこの断熱ですね。天井断熱やサイド断熱、床もある程度断熱しました。こちらの効果なんですけど、結構体感できました。今回直射日光当たっている状態で、外気温と同じぐらいの温度まで車内も下がっていたので、効果を体感することができました。ノーマルな状態の軽バンも夏何回か乗ったことあるんですけど、やっぱりもうヒーターのように熱くなるんですよね、鉄板が。今回天井触っても全然熱くなかったんで、大変だったけどやってよかったなという DIY です。そしてこのフロントのカーテンですね。こちらも効果を体感できました。直射日光の遮熱効果に温度差の断熱にも効果を感じました。今後はですね、この密着するシェードタイプも作りたいですね。シェードとカーテン二重にすれば、夏の炎天下でもポータブルクーラーが車内を冷やしてくれそうです。そして次やってよかった DIY はこの電気ですね。今回6連のスポットライト追加しましたが、かなり明るかったので気持ちよかったです。やっぱり車中泊していると怖い場所も結構あるんですよね。でも車内に入ったら
明るくて元気になりました。動画撮影もやりやすくて、車内の映像も綺麗に映っていたと思います。皆さん今回の映像どうでしたか？見やすかったんじゃないでしょうか。自分も後で編集データを見るのが楽しみです。そして DIY 以外でこの車中泊してみて感じたことなんですけど、まずこの車載冷蔵庫なんですけど、意外と音うるさかったです。なんか音というか振動してる感じでウィーンってコンプレッサー回った時に床全体に振動が伝わりました。サイズ感はねすごくいいんですけど、なんか下とかにクッションかましたらマシになりそうです。そしてこの車載冷蔵庫も Bluetooth でアプリで制御できるんですけど、これ毎回アプリ起動するたびにつなぎ直さないといけないんで、この辺は使いにくいなと思いました。もう見える場所に置いて自分でここのタッチパネルで操作した方がいいかなと思いました。あとは温泉後のタオルを干すところですね。そこはまた場所考えて設置します。そしてゴミ箱の位置も毎回悩みます。やっぱ足元置くとちょっと狭くなるんで、どこかにビルトインさせたいです、ゴミ箱。そしてこのテーブルですね。使うかどうかすごい迷います。結構使い勝手いいんですけど、こういった1枚の板ですよね。これを設置するのもいいかなと思いました。こんな感じですかね。もうちょっと横長いやつにして、なんかパタンとか折れ曲がるような感じの方が使いやすいような気もします。ただここは入り口になりますんで、毎回出入りするときにこのテーブルを逃さないといけません。このくるくる式のテーブルもパッて簡単に抜かせられるし、こっち側だとこう引っ込めるか折り曲げるか何か考えないといけません。このテーブルの選択はかなり悩ましいです。実際に使ってみないとわかんないので、もう少し自分なりにアイディア絞って次回の DIY に備えます。そしてこのシートカバーなんですけど、ちょっといかついやつですね。これ使ってみた感想です。自分なんですけど、ブリッドシートやレカルシートすでに使用しています。その上でこのシートカバーは結構ありなんじゃないかなと思いました。まずここの太ももサイドですね。ここはホールドしてくれます。なんであんまり足は動きません。そしてこのサイドですね。体、こちらもちゃんと当たりますんで、ホールドしてくれます。がっつりっていう感じではないんですけど、軽くホールドしてくれます。まだ1泊2日走行したくらいなんで、断定はできないんですけど、社外品のシートと比べても、そんなに劣っているといった感じはありませんでした。ただ、デメリットとして、これ結構高さありますんで、こう乗るとき結構こうなるんで、ちょっとめんどくさいなと思いました。ちょっと押さえて乗る感じですね。こちらのシートは Amazon や楽天で売ってるんですけど、ミッションプライズっていうメーカーさんですかね。で、アメージング GT というシリーズです。で、こんな感じで自分で好きなパーツを買っていきます。自分はもう全部付けました。次はいよいよ最後、家具の DIY 取り付けです。一旦取り外していたこちらの元の家具ですね。こちらを取り付けて DIY で家具を延長したり、あとは今回は肝はやっぱりレンジフードですね。ここで調理した時にレンジフードで外に料理の湯気や空気を排出する機構を作りたいと思います。軽バンで窓に換気扇はねよくあるんですけど、レンジフード作る人なかなかいないですよね。もう完全にアホやと思います。でも便利だと思うし、換気扇兼用になります。チャレンジしてみます。家具 DIY の前にですね、試したいものがあります。この季節といえば新型のポータブルクーラーの季節です。今年も新しいポータブルクーラー届きました。こちらは発売前のデモ機なんでまだ映せないんですけど、毎年性能が上がっているので楽しみです。この断熱処理された軽バンと大量の電気、これにポータブルクーラー設置するとどのぐらい実用的なのか、どのぐらい冷えるのか楽しみです。それでは早速試してみます。ご視聴ありがとうございました。